球から最も遠い位置にあるスペースコロニー軍サイド3がジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を仕掛けてから11ヶ月が経過した地球のヨーロッパ戦線、ジオン欧州本命軍の第7混成機動旅団は東欧のクルジュナポカ基地を連邦軍から奪還する任務のために増援部隊を派遣する。ルーム戦役で戦果を上げたイリア・ソラリ率いるレッドウルフ隊の活躍によって基地は奪還されるが、その晩に基地は連邦陸軍の最新鋭モビルスーツガンダム EX の奇襲を受けて壊滅状態となる。ソラリたち生存者はガンダムを擁する連邦陸軍の追撃を受けながら生き残るために死闘を繰り広げる。どうも皆さんお疲れ様です。プラシキです。本日はあらすじから入ってみました。今日は復讐のレクイエムに登場したガンダム EX とザク 2F 型ソラリ機のレビューをしていきたいと思います。2024年10月19日発売。販売価格はどちらとも2090円となっています。実は私まだ本編を見てないので劇中でどのような活躍をしたかは知らないんですが、先にプラモデルを作ってフォルムから入ってみたいと思います。今回は2機同時に作ってレビューをしてみたいと思いますので行ってみましょう。それでは早速内容物のチェックからガンダム EX からいきたいと思います。内袋1つ2つ3つ、そしてランナーはこのような数量となっていました。ランナー数内袋ともにそんなに多くはありませんでした。そしてランナーチェックですが、この A ランナーなんですけどディテールがものすごい細かいですね。この辺りのこのパーツ、円形のパーツなんかすごいですよね。かなり成形の技術がすごいなとちょっと感心をしたんですが、こちらが B パーツ、同じパーツが2つ、そしてこちらが C ランナー、少し色が暗めの色となっていますね。このような感じのパーツ。そしてこちらが内部フレーム的なパーツですかね。このパイプの形や縦の裏側のディテールも細かいですね。足裏も細かいですね。そしてこちらも同じく。そして今回すべて新規ランナーですね。そしてこれも赤いパーツ、唯一のカラーランナーですね。そしてこちらはゴム製の柔らかいパーツが付属。そしてこちらがビームサーベル。そしてマーキングシールにホイールシールが付属をしていました。説明書に関してはカラーの見開きタイプ、そして白黒と混成されたタイプの説明書となっています。結構高低数というかランナーそんなに多くなかったんですけど、パーツが結構細かいパーツが多かった印象を受けました。このような独特なガンダムの形をしてますね。続いてザク2ソラリ機の内容物確認。内袋が1つ2つ3つ、そしてランナーはこのような感じとなっていますね。ガンダム EX よりは少し少ないかなといった印象でした。それではランナーちょっと見ていきたいと思います。こちらカラーランナー、そしてこちらが特徴的なランナーですね。こちらもディテール細かいですね。かなりこの色味結構いい色してますね。茶色というか黄土色といいますか、このランナーのカラー結構好みですね。この頭部のパーツなんかも細かいですね。そしてこちらのヒートフォークも結構細かなディテールが入っていますね。このマシンガンや盾の裏結構細かいです。そしてこちら足裏、これ肉抜きになるんですかね。そして動力パイプは固めのパーツとなっていました。このような感じとなっています。こちらのパーツなんかもそうですね。ただ実際やっぱすごいですよね、立体にするのは。そしてこのようにマーキングシールが付属しているんですが、汚れを再現するシールとなっているようです。そしてこちらの説明書も同じくですね、カラーと白黒の混ざった見開きタイプの説明書となっていました。どちらかというとザクの方が工程数少なく簡単なイメージ持ちましたね。結構このカラーリングが個人的には好みなんですよね。いい感じになってるんじゃないでしょうか。そしてこのような説明も入っていました。さあそれではガンダム EX の胴体パーツから見ていきたいと思うんですが、この胴体パーツ、小さいパーツがかなり組み合わさってできていて、結構リアルグレード的な感じの作りに
なっているのかなという印象でした。そしてバックパックも取り付け、全体的に非常に色味がシンプルですね。このような感じの胴体部分となっていました。バックパックも結構細かく作り込まれています。さあ、それでは頭部パーツ見ていきたいと思います。このような感じで合わせ目は出ないような形、そして少し色分けがされていますね。ちょっと悪人面をしているガンダムっぽいような印象を受けたんですが、ツインアイの部分に関しては3種類のシールから選択式となっていました。EG8 に少し似てる気もしますね。そして腕部パーツ見ていきたいと思います。こちらも結構独特な形状、合わせ目はほぼ出ないですね。この位置なんかに少し若干目立つような段落ちっぽくなっているんですが、この位置は動くようにできていました。結構面白い形をしてますね。そして脚部パーツ、まず足の部分からこのような感じ、親指の部分が少し出っ張ってるんですね。そしてこの内部なんかも結構細かいディテールが刻まれていました。さあ、そしてこのボールジョイントで接続をして脚部の完成。結構色分けが白と少し灰色っぽい、グレーっぽい色でできてますね。合わせ目はほぼ出ないような作りになっていました。合わせ目らしく見えないような感じになってますね。続いて腰部パーツはこのような感じとなっています。結構色分けもされてますよね。そして裏打ちなんかはないような感じになっていました。そしてこの付け根の部分は動くように可動のギミックが搭載をされていました。すべてスカート独立で動きますね。この内部のパイプなんかもいい感じです。さあ、それでは武装関係のパーツ見ていきたいと思います。こちらショルダーガトリング。結構ここのパーツも部品というかディテール細かいですね。ここでゴム製の弾倉を使うんですね。で、こちらの部分なんかも動く可動のギミックが搭載されていました。ちょっと照明の関係でディテールが見にくいのが申し訳ないです。そしてこのビームサーベルが3本ともこのように刺せる。これいいですね。結構かっこいいなと思いました。このようなものもついています。1本ずつ取り外してビームサーベルに取り付けられるといった形になっていました。この位置に差し込んでバックパック付近の結構情報量が多いですね。このような感じとなっています。結構ごちゃごちゃしてかっこいいんですよね。ビームサーベルはこのように2本付属をしています。そしてこちらがビームライフルですね。やはりどこかガンダムらしい形状をしているという感じでしょうか。合わせ目あまり目立たないような作りとなっていました。結構細かいパーツ組み合わさっています。この位置はシールですね。そしてこちらがシールド。この連邦マークはシールで補うような形となっていました。結構独特な形状してますよね。この裏面のディテールなんか結構細かくできてていい感じに仕上がっています。これ持たせてみるとかっこいいんですよね、このシールド結構。さあ、というわけでパーツすべて揃ったので組み立てていきたいと思います。このような感じで下半身まずはジョイント、軸でのジョイントとなっていました。下半身このような感じ、結構スマートな下半身となっています。情報量も多いですね。そして両側への開きに関してはほぼ水平位置まで上げることが可能となっていました。前後へもこのような感じ、全てのスカートが独立して動くので前後への動き、この付け根の部分も可動域広いのでかなり開きます。この太もも付け根の部分は左右に振ることが可能となっていました。そして膝部分ですが二重でこのように結構曲げることができますね。可動域広いです。そしてこの足首の部分も前後へ結構動きますね。そして左右へもこのように振ることができる広めの可動域となっていました。そして上半身、このような感じでボールジョイント、両側つけるとこのような感じとなっています。そしてこちらを開いてみるんですが、水平に上げるのは少し苦手な感じでした。この付け根結構可動域広いんですが、水平方向へは少し苦手な感じでしょうか。この位置ぐらいまでしか上がらないですね。そしてこの上腕部360度、そして肘部分はこのくらいの位置まで曲げることが可能となっていて、この手首の部分が曲がるんですね。これ結構珍しいかなと思いました。そして
前に出すポーズなんですが、この辺りは結構お手の物ですね。結構広めの可動域が設けられているかと思います。そしてこの背中の部分、まずこのバックパックのバーニアの部分は上下に可動域が設けられていました。このショルダーガトリングもこのように動くようになっています。この辺りのゴム製のパーツよくできてますね。この土台の部分も動くように可動域が設けられています。そしてこのビームサーベルのこの部分ですね。この部分も全て独立可動という感じです。そしてこの頭部をボールジョイントで接続して上半身の完成。結構独特な形状をしてますね。このような感じの上半身。そして頭部ですが左右に振ることも可能となっていました。可動域的には通常のという感じでしょうか。前後へも動きます。このような感じの上半身となっています。そしてこの胴体のこの腹回りというんでしょうか。この辺り内部しっかり作り込まれていますね。可動がぼちぼちと動くような状態となっていました。さあ、それでは上半身と下半身、ボールジョイントでのドッキング。このような感じで胴体部分も前後動きますね。そして左右はある程度という感じでしょうか。ひねりも少し。これでガンダム EX の完成となりました。さあ、ここからはソラリ機の方の胴体部パーツを見ていきたいと思います。ザクらしいという感じでしょうか。この部分に少し合わせ目が出ますね。ただどっしりとした感じのいい胴体してるんじゃないでしょうかね。この辺りも可動域も設けられていました。そして頭部パーツなんですが、このような作り、物合いはシールで補う形となっています。合わせ目は基本的に目立たない作りとなっていますね。結構ディテール、この辺りも細かいです。そして物合いはこの下部の方で操作をできるようになっていました。このラビットアンテナっていうんですかね。この両側それぞれカラーが違うようにできています。そしてワンパーツ、左右同じパーツとなっています。このような感じ。この辺り合わせて少し合わせ目が出るような形となっていましたが、基本あまり目立たないような感じとなっています。この辺りのディテールも細かいですね。そしてこちらがシールドなんですが、この形状かなりゴツゴツしてかっこいいですね。このような感じ。裏面なんかもしっかり作り込まれています。ボールジョイントで接続すれば右腕の完成となります。そしてこちらが左腕、ショルダーアーマーの方ですね。この辺りもはめ合わせなんですが、合わせ目目立たないような作りとなっていました。この位置が稼働しますね。こちらもボールジョイントで同じく接続となります。結構カラーリングが珍しいですよね。このカラーリング。そしてマニピュレーターですが、銃握り手と平手が付属をしていました。続いて脚部パーツ。こちら足の部分。この足裏は肉抜きになるんでしょうか。少し気になります。そしてこちらもボールジョイントでの脚部との接続で脚部の完成となりました。このような感じの脚部となっています。結構太ましい感じいいですね。合わせ目なんかはやはり目立たないような作りになってますね。この裏面も段落ちモールドとなっていました。そしてこの動力パイプがそれぞれ独立して動くようになってるんですね。また後ほど紹介をしたいと思います。続いて腰部パーツを見ていきたいと思います。このような感じの腰部パーツとなっていますね。こちらも結構いい感じのパーツ構成じゃないでしょうか。フロントとサイドスカートは動くんですが、裏打ちなんかはないですね。リアスカートは固定となっています。フロントスカートこのような感じで動きますね。こちらも足の付け根部分が動くギミックが搭載をされていました。さあ、それでは武装類見ていきたいと思います。まずザクマシンガンの方から少しちょっと曲がってたんですが、このような感じで握り手なんかも稼働するようになっていました。細かい作り込みじゃないでしょうか。このように持ち手が動きます。スコープ部分も動きますね。そしてこのヒートホーク、単色ではあるんですが、しっかり塗り込めばいい感じになるんじゃないでしょうか。ディテール細かく入っていると思います。そしてこちらのパーツが
名称がよくわからなかったんですけど、ミサイル関係ですかね。このように足につけることができるようになっていました。さあ、ザク2空力の方もパーツすべて揃いましたので、組み立てていきたいと思います。下半身軸でのジョイント。ここかなり保持力強かったですね。このような下半身となります。結構いいですね。そして左右に開く動作なんですが、ここちょっと気をつけないと保持力高すぎて折れそうな感じがありました。そして前後へはリアスカートが動かないのでこの位置まで。そして膝に関してですが、このような感じで曲がります。動力パイプもそれぞれ別々で独立。そしてこのいいですね、この膝の開いた時の内部なんかもしっかりディテールが刻まれているという感じでしょうか。そしてこの足首の部分ですが、この位置が稼働するようになっています。そしてこんな感じで結構大きめの可動域が設けられていました。左右へもある程度動きますね。そして上半身ボールジョイントで腕部を接続。両側接続するとこのような感じの上半身となります。結構ごついですね。そして水平方向まではこの位置まで、そして前に出す動作は結構得意です。付け根の部分が結構大きく稼働するようになっていました。このような感じでそれぞれが独立して稼働するような感じですね。可動域広めじゃないでしょうか。このような感じで前後にも動きます。そして上腕部360度回転。そして肘部分二重でがっつりと曲がりますね。可動域広いんじゃないでしょうか。そして頭部パーツはボールジョイントでの接続となっています。このような感じ。頭部は360度このように回すことができますね。干渉するものがないので。そして前後へも結構大きく稼働するようになっていたのでポージング取りやすいかと思います。そして下半身と上半身はボールジョイントでドッキング。胴体はある程度左右、前後は結構大きく動きますね。ひねりに関してもある程度という感じでしょうか。これでザク 2F 型空力の完成となります。さあ、すぐみガンダム EX 完成しました。このいでたち結構独特なガンダムしてますね。ただこうなんで言うんですかね、いでたちかっこいいですよね。細かいんで情報量多いです。このような感じ、結構人っぽいですよね。この銃構えたりとか可動域も広いんでポージングも取りやすいかなと思います。このような感じ、膝立ちをしてビームサーベルを構えることも可能となっていました。早くアニメが見たいですね、これは。続いてこちらがザク 2F 型の空力ですね。このような感じ、マッシブなボディとカラーリングが渋く仕上がっているんじゃないでしょうか。すぐみでも結構完成度高いと思います。このように両手持ちでザクマシンガンを構えることも可能となっています。やはりディテールが細かく入っているので、すぐみでも結構仕上がりいいですね。このようにヒートフォークを持たせたりなども可能となっています。さあ、すぐみをしたこのガンダム EX とザク 2F 型空力、皆さんはどのような印象を持たれたでしょうか。今回 HG144 分の1ガンダム EX ザク 2F 型空力をすぐみした感想ですが、さすがは最新キットというだけあってポリキャップレスにディテールの細かさや可動域の広さ、プロポーションなどよくできていました。初見の時は実際見慣れない形状だったので少し微妙かなと思っていたんですが、実際に作ってみて実物を触ってみると完成度が高くかっこいいキットになっていると思いました。細かなディテールも含めたバンダイの立体成形の技術はどんどん進化していますね。またシリーズ化して新しいキットが発売される気がします。早くアニメも見ないといけませんね。それでは今回はこの辺で、初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。